はい、こんにちは、シトーレイです。今日はですね、学芸大学のキーライムに来ております。キーライムといえばね、究極のベーシックを極めたお店ですけれども、はい、そのディレクターの関くんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はその関くんの珠玉なんですけども、ちょっと今からすごく楽しみなんですけども、究極のベーシックのスペシャリストの珠玉ですよね。はい、ここ10年ぐらいのものにしてます。長いものではなくて、そう、大体10年サイクルぐらいで、結構気分でこう動いていくものだなってなんとなく自分は思っているので、サイズとかも絶対そうですもんね。変わず、やっぱり肩の位置とか、同じシャツが好きでもちょっとずつ多分変わってくるので、一番最初は、はい、一番最初は、シャツ、関くんといえばね、言ってもらうのを待ってました。そう、これがね10年ぐらい前に買った、マーガレット・ハウエルのなんだ、そうシャツなんだけど、ロンドンの本店で買ったんですけど、イギリスの自社工場っていうのがマーガレットあって、そこで作ってるシャツで、AT って書いてある。そう、縫製した人のイニシャルが入ってるんだって。普通シャツとか、他のデニムとかも全部そうなんですけど、基本分業製なんですよ。これは丸縫いって言って、一人の職人さんが01でやってるから、この人のイニシャルが入ってるっていうのがあって、それすごい感動して、当時10年もうほんと普通に洗濯機で洗いまくってる、いまだにこのぬめっとしたこの手触りが損なわれないんだね。そうなんです。スイスのアルモっていうねシャツ生地屋さんの生地だったんだよね。そうで、その後うちもだから SH とかで、アルモのシャツをね結構作ったりしてて、すごくその自分にとってなんかヒントというか、でこの柄はアルモで作りたかったんだけど、作るとすっごいいっぱい作んなきゃいけないって言われて、なるほど、ロットがでかいと。そう、いつか作ってみたい柄、自分の SH でブランドのシャツ作る時も、ここ数年はレディースのミセスのワンピースとかブラウスとかを縫うような、そういう工場で縫ってもらってて、ちょっとね柔らかい雰囲気になるので、着て洗ってた時のこの風合いっていうのは、なんかちょっと違うものになるかなって自分では思って。ってことはこれはあれだね、チェックの原点にして頂点みたいな感じっていう感じで、シャツの良さってなんだろうっていうのを、いつも考えた時に思い出す一番美しいシャツなんじゃないかなって、シャツマニアが言うんだから間違いないですよ。ではシャツのお次は、デニムもすごい好きなんだけど、関くんデニムがいい、今日もそうだしね。基本デニムとシャツが自分は好きなんで、このジージャーはどんな特徴が？これはサンシーって日本のブランドの、キーライムでも扱ってるブランドで、これはね2年ちょっと前ぐらいのジージャーになります。なんか面白い、ちょっとパッチワークみたいなのが入っていたりとか、すごくサンシーらしいというか、デニムのアイテムってやっぱりこうどうしてもリーバイスを頂点に、そこの復刻だったり、それのアレンジでしかないっていうのはもう今皆さんそうなんですけど、やっぱサンシーの場合はそれをベースにしながらも、これも多分リーバイスのジャケットがベースになってるんだけど、それをどうやって遊んでいくかみたいなのが、もうねところどころに施されていて、買った人がジップでリメイクしたみたいなデザインにしてて、あえて後付けみたいな感じだったりとか、ここが通常普通つくポケットのここにもポケットがある。ここにもあるんだ。でジージャンってここにダブルステッチでこう2本ね針がステッチがあるんだけど、これはそれだとやっぱ硬くなっちゃうから、こう柔らかくするためにもうステッチなしのロック始末で柔らかく肩をこういう風にダブル合わせみたいな、ちょっとこう深く合わせるような、そうなったりとか、耳の使い方、耳ってねセルビッチっていうんだけど、セルビッチここに使うんだとか、ここも思いました。ここもで、ここはこっち側使ってとか、でもこっちはないんだ。これはね裏側についてる。だからなんか隠れキャラを探すみたいな。着てみてもらうと。もちろんです、もちろんです。お願いします。いいですね。いいよね。いいですね。ここに2本あると確かに強くなるなっていう感じだね。そう。でもここだけ2本っていう。そうなの。デニムを知ってれば知ってるほど楽しいと思う。サンシーって毎回アイテムによって結構タグが変わるんだけど、これは506っていうのがそのリーバイスのこの年代のデニムジャケットの品番なんですよ。Z っていうのはジッパーの Z で、パンツには 501Z とかってあるんだけど、ジャケットって Z って存在しないんですよね。ジッパーがないから。ジッパーがないから。でもこれ後付けで Z つけてるから。なるほど。でもこういう説明って今全部僕話したのってデザイナーさんとかは一切
教えてくれない、自分で想像する、これが楽しさだなって僕は思ってて、今ってやっぱり正解が何でも提供されるじゃないですか、ブランドから。みんな答えを全部言っちゃう時代だけど、買った人が見てニヤってするような、自分もそういう思想も含めてなんか素晴らしいなと思って。ウィットがあるよね。そう、面白い。本当に唯一無二のブランドだと思います。そうだね。はい、では次は何でしょう。次はですね、これジャケット、ウールのジャケットなんですけど、なんでブランドはリュテスっていうパリのブランドなんですけど、これは打って変わってオーセンティックというか、ベルギー人のジャンさんっていう方がパリに住んでるんだけど、彼がフランスのクラシックって何なんだろうっていうのを追求して作ったブランドなんですね。イタリアのクラシックってこうだよねとか、イギリスのクラシックってこうだよねって、みんな王道があって、じゃあフランスはって言った時にみんなイメージが湧かない。案外ないよね、イギリスとイタリアはすごい分かりやすい。なんか分かるよね。彼はそのフランスの歴史に着目して、例えばその昔の貴族だったりとか、作家とか、そういった人たちが着てたもの、絵画とかそういったものから着想を得て、そのフランスのクラシックを紐解くっていうブランドがあってですね、これは昔のパイロット、飛行機乗りが着てたジャケットから着想を得てる。作り方も結構クラシックで、フランスのノルマンディー地方っていうところには、オートクチュールの縫い子さんがいるんだって。ジャケットを1着ずつ、これもだから丸縫いだと思います。そうだね。着たらかっこよいね。そうなんです。ちょっとちゃんとした感じっていうか。でもなんかフレンチの柔らかさある。このサイズ感もやっぱりこのなんだろう。今のブランドだともうちょっとトレンドだともう少し肩を出したりとか落としたりとか、もうちょっとね今っぽくするんだったらもうちょっとふわっとした感じするじゃないですか。でもどっちかっていうとジャスト、もう王道のおじさんのサイズ感っていうか、こういう綺麗に着る服ってやっぱりかっこいいなと思って、そんなジャケットです。なるほど。はい、じゃあ次はですね、これはレイユッカスというイタリアの革靴ブランドで、これはねキーライム用ではなくて、僕のパークスパリっていうパリのお店で当時オープンの時にオーダーして作った。ユッカスは結構ベジタブルタンニンレザーっていう、植物タンニンでなめした革を使うことが多かったんですね、このモデルに対しては。で僕はクロームなめしって言って王道の革靴、かっちりした感じになる革の作り方のボックスカーフっていうのを、アッパーに使ってもらってやると結構ね顔が変わるんですよ。やっぱり面白いのがデザイナーの、ゆかさんって日本人の方、もうずっとイタリア住んでる方がデザイナーなんだけど、ゆかさんが関さんボックスカーフにするとすごいクラシックになるけど大丈夫って言われたんですよ。やっぱり彼女の靴はモードの雰囲気を出す靴なんですよね。ベジタブルタンニンの革だともうちょっとねなんだろうな、シワの入り方だったりちょっと柔らかい雰囲気、俺はウエストンが好きだとか、僕はオールデンが好きみたいなお客さん、僕みたいな人に、ユッカスってでも実はかっこいいんだよって思えるようなオーダー、だからこそこういうチューニングをしてこの革にしたと。で自分はもう本当にこれジーンズとかに合わせて履いてて、別にこういうなんだろうモードっぽい格好に合わせたことはもちろんないんだけど、すごく気に入ってて、かかとがちょっと小さいとかキュッキュッとなってる後ろから見た姿も、なるほどなるほど、そこがやっぱり色気だったりとか、かっこよさがあるので、だから僕はこういうのを本当に普通の普段の格好に合わせられるなって思ったことがあって、なるほどなるほど。それからユッカスの虜になってしまい、究極の普通だけどちょっと違うところがこういうところに現れておると。はい、そして次は最後、5戦目。自分の作ったものっていうのを珠玉という恥ずかしさと罪深さ、大丈夫、言ってる人いるから全然大丈夫全然大丈夫。キーライムオリジナルってことです。そうなんです。だってここがキーライムオリジナルの第1弾のジーンズで、今履いてるパンツは第2弾のペインターパンツで、ジャケットは本当最近入ってきたばっかり、第3弾
で、これが一番デビュー作。そうなんです。ブランドさんが作った、サンシームみたいなアレンジが見たいんで、結構いろんなブランドが作る、リーバイスって言っちゃうとあれなんですけど、501的なパンツが好きなんですね。どうアレンジしたのみたいな。そうです。仕事で行ったそのデニム工場の社長さんといろんな話してた時に、関さんデニム作んないのって言われて、関さんがいいって思うようなデニム作ったら関さんらしくなると思うんだけどなって言ってくれた。でそれでちょっとその気になっちゃって、自分だけが作れるデニムがあるかもしれないってそこから思い始めて、それで企画をしてみたっていうのがきっかけ。僕らしさの一つで言うと、普通のジーンズはここが割ってあってここが耳を使う、さっきのね、セルビッチを使うんだけど、このワークパンツみたいな縫い方、こういう生地をこう重ねて2本の針でダダダダって巻き込みながら縫うんで巻き縫いっていうんですけど、これワークパンツとかペインターパンツとかで多いようなディテールで、デニムも一部ね、僕の好きな606っていうスリムのモデルとかでこのディテールってあって、色落ちっていうかね、当たりの仕方もこうミシンでつってくるし、僕はこれの魅力があるなと思っていて、もう一個実は大きい点があって、生地を折ったら、折ったままにして縫製して洗うとこんな風にねじれちゃう。すごいねじれてるでしょ。こういう感じの。これは古着屋さんのにあるような。今僕着てるやつからするともう結構ねしらっちゃけてきて。確かに確かに。新品の状態からするとだいぶこのなんでしょう、風合いも面白くなってきてるし、確かにあとはもうちょっとポップな要素を入れたれって思って、キーライムカラーで紙パッチをつけたり、ウエストもちょっとこう紐入れちゃおうとか、ウエストはちょっとゆとりあるサイズを選んでもらって紐で絞って履くとかっこいいですよっていう提案で。確かにベルトやるとかっこよくなりすぎるっていうか、カチッとしすぎちゃうからね。やっぱりトレンドもいいけど、自分らしく、自分が思ったものを作って、それがお客様に届けばなんかいいものになるんだなっていうのが。そうだね、はい、セックの珠玉の5選見させてもらったんですけど、本当に服好きな人で服に向き合ってきた人の珠玉だなって感じがすごくします。改めてベーシックって気抜けないなって思いましたね。ストーリーとしてすごく好きなのはこれなんですよ。嬉しい。原点にして頂点みたいな。でもものとしてもっと見たいのこれ、でまた私が知識がもっともっと増えた時に発見できるものあるんだろうなという期待を込めてこれかなって気もします。はい、ということで皆さん、どれが良かったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。